今日は簡単で美味しいマカロニサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は簡単美味しいマカロニサラダを作りたいと思います。お弁当、そして一品おかず、そしてお酒のおつまみにもね、いろいろ使えるシーンがあるかと思います。味付けの仕方やマカロニの茹で方にもいろいろコツがあります。そちらを作りながら説明していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。では最初に具材の材料を紹介します。マカロニ、玉ねぎ、きゅうり、ハム、コーン、卵、そして塩を使います。具材はこのようにシンプルなものを使っていきます。そして味付けの材料はこちらです。マヨネーズ、牛乳、お酢、顆粒コンソメ、砂糖、オリーブオイルです。こちらの材料で味付けをしていきます。あとはですね、変わった材料は特にないんですけれども、味付けをするタイミングにポイントがありますので、そちらは作りながら説明していきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまず最初にマカロニを茹でていきます。まずお鍋にたっぷりめの水を入れていただいて、こちらを沸騰させます。火加減は強火または中火で沸騰させてください。はい、お湯が沸騰しました。そしたらここに塩を入れます。そしてマカロニを茹でる時のポイントです。こちらのマカロニ、袋には4分茹でと書いてありますが、1分長く茹でていきます。マカロニは冷めると締まって硬くなってしまいますので、長めに茹でて柔らかくしてから具材と混ぜます。そうすることでプリッと美味しいマカロニに仕上がります。ということでマカロニを入れる時もね、やけどしないように注意してください。でこのまま5分茹でます。火加減はね、中火から強火ぐらいで吹きこぼれないように注意しながら茹でていきましょう。茹で始めましたら鍋底につかないように少し箸でたまにね、こうやって混ぜながら茹でていきます。はい、5分経ったので火を止めます。そうしましたらこちらのお湯を捨てます。ではお湯を捨てます。はい、でこのようにざるに開けていただきましたら、しっかりとお湯を切ってください。ここでね、水分が残ってしまうとちょっとね、水っぽくなるので、必ずしっかりお湯を切ってください。それではですね、こちらしっかりお湯を切ったマカロニをボウルに出してください。熱い状態のうちにまず下味をつけます。そうすることでしっかりとマカロニに味がついて、味がぼやけるのを防ぐことができます。なのでまずここにお酢と、あとお砂糖ですね。はい、マカロニ同士がくっつかないようにオリーブオイルですね。こちらをマカロニがまだ温かいうちによく絡めましょう。はい、で今回ね、お砂糖入れてるんですけれども、この甘みが入ることでマカロニサラダ全体のコクがアップします。お砂糖をですね、最後の方に入れてしまうと甘みが入っていかないので、この下味をつける時に入れましょう。お砂糖が全部溶けたら顆粒コンソメですね。でこちらでお野菜のね、旨味を足していきます。これで下味は OK です。そうしましたらこの後具材を入れるんですけれども、マカロニはしっかり冷まさないと傷みやすいので、粗熱を取っていただいて、その後ラップをして冷蔵庫でね、15分から30分ほどしっかり冷やしましょう。続きましてゆで卵を茹でます。卵が浸かる程度のお水を鍋に入れていただいて、これを沸騰させます。お湯が沸騰しました。ここに塩を加えます。白身が飛び出てしまった時にすぐ白身が固まるように塩を入れています。そうしましたらこちら冷蔵庫からすぐ出しの L サイズの卵を使います。でこちらは11分茹でていきます。 M サイズの場合は10分30秒茹でてください。それではそっと卵を入れましょう。でこのまま沸騰させた状態で11分茹でていきます。はい、茹で終わりました。そうしましたらお湯を捨てて冷水で卵を冷やします。このように卵を冷水に入れて10分ほど冷やしましょう。卵の殻を剥いて切っていきます。まずお尻の方にひびを入れていただいて、少しね、こう水につけながら剥いていきます。で1枚薄皮をペロッと剥いていただいて、親指の腹を使って剥いていきます。ペロッと剥けます。はい、卵を切っていきます。卵の大きさはお好みで OK です。まず半分に切って4等分にします。でさらにこちらを半分に切ります。だいたい1センチから5ミリ角の大きさにしていきましょう。でこれを刻みます。卵はこのようにね、少し細かめに刻みました。続きましてきゅうりを切ります。きゅうりはですね、少し食感を楽しんでいただくために 3mm から 4mm ぐらいの厚さにしていきます。はい、きゅうりは OK です。そうしましたらきゅうりはですね、ボウルに入れます。
はい、そして玉ねぎです。今回ね、新玉があったのでね、新玉使っていきます。玉ねぎは 1mm から 2mm ぐらいの薄切りにしていきます。はい、玉ねぎはこれで OK です。こちらのきゅうりのボウルに玉ねぎも一緒に入れます。それではここに塩ですね、小さじ1/2ぐらいですね。はい、入れていただいて、こちらよく塩もみしましょう。こうやって塩もみすると水分が抜けて、かつですね、玉ねぎの辛みもね、取り除くことができます。だいたい1分ぐらいね、こうやって揉みましょう。で、このように1分ほど揉み込んでいただきましたら、このまま10分置きます。10分経ったので、一度こちらを水洗いして塩気を少し取って、しっかりと水気を取ります。水洗いしたので、こちらの水気をね、しっかりと絞ります。で、この時にね、しっかり水気を取らないと水っぽくなってしまうので、必ずギュッと絞ってください。で、最後はですね、クッキングシートに移し替えて、で、これでまたギュッと絞りましょう。はい、きゅうりと玉ねぎはこれで OK です。続いてハムを切ります。で、ハムはくっついてるので、1枚ずつね、1回剥がして切りましょう。そうするとね、後からばらつきやすくなります。ハムはですね、1センチ角ぐらいの大きさに切っていきます。こちらも1センチ幅ぐらいね、切っていきます。で、ハムの切り方はね、お好みで OK です。ハムはこれで OK です。はい、マカロニがしっかりと冷えました。それでは最後の味付けと具材を混ぜていきます。まず最初にマヨネーズですね。マヨネーズと、あと牛乳です。最初にこちらを混ぜ合わせましょう。はい、このようにマカロニにしっかり絡みつきました。それではここにきゅうりとゆで卵と、あとコーンですね。そしてハムを加えます。こちらをよく混ぜます。はい、これで完成です。一度味見していただいて、ちょっとね、味が物足りない時は塩を入れてみてください。はい、これでマカロニサラダの完成です。こんな感じで具だくさんのマカロニサラダに仕上がりました。あとはですね、お好みで黒胡椒などかけて召し上がってください。それではいただきたいと思います。こんな感じに仕上がってます。それではいただきます。美味しい。マカロニもプリップリで美味しく仕上がってますね。そしてマカロニにきちんとね、下味をつけてるので、味もはっきりしてすごく美味しいです。美味しい。あと玉ねぎもね、しっかりと塩もみしてるので、玉ねぎの辛みもね、全然ないですね。今日も美味しく仕上がりました。今回のマカロニサラダのポイントです。まずマカロニはですね、1分多めに茹でてください。マカロニは冷めるとキュッと締まって硬くなってしまいます。なので1分ほど多めに茹でていただくと、冷めて食べる頃にはちょうどいい硬さになって、とても美味しく召し上がっていただけると思います。そしてマカロニが茹で上がった後は、温かいうちに下味をしっかりつけてください。今回は下味にお酢とお砂糖とコンソメ、そしてマカロニ同士がくっつかないようにオリーブオイルを加えました。まず最初にお酢と砂糖で下味をしっかりとつけてください。甘みが入ると全体的にコクが出てすごく美味しくなります。この甘みなんですけれども、後から入れてしまうとマカロニに味が入りにくくなってしまいますので、お砂糖は先に入れるようにしてください。その後コンソメでお野菜の旨味を染み込ませました。お酢はですね、味をキュッと引き締めるために入れてます。あとはですね、しっかりとマカロニを冷やしてから具材やマヨネーズを加えるようにしてください。こちらを温かいうちに入れてしまうと、マヨネーズはね、分離してしまいますので注意してください。大人の方が召し上がる場合はお好みでブラックペッパーかけていただいてもすごく美味しいので、ぜひ試してみてください。今日は美味しいマカロニサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。